こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ロシアはウクライナ戦争のためにおよそ1万5000人ものネパール人を傭兵として雇用し、最前線で戦わせているとアメリカの CNN が報じました。ロシア国籍を取得できて$2000の月給をもらえるというおいしい話でつって、ウクライナの最前線の激戦地に投入するという現実のようです。ネパール政府はネパール人戦死者の遺体返還と遺族への補償、負傷者の治療と補償をクレムリンに求めています。今日はこのことについてお話しします。ロシアがウクライナ戦争のためにおよそ1万5000人もの傭兵を雇用したとされているのはネパールです。アメリカの CNN によれば、ネパールの著名な野党議員で元外務大臣のビララライ・パウディアル博士は2月8日1万4000人から1万5000人のネパール人がウクライナの最前線で戦わされていると議会で述べました。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は昨年2023年、ロシア軍に入隊する外国人に対してロシア国籍取得へのプロセスを加速するという法令に署名しました。ロシア軍のために働く外国人すべてにロシア国籍を認めるというわけではありません。あくまでも最低1年間の兵役の契約に署名し、少なくとも6ヶ月間積極的な従軍に参加した移民は、ロシア語の十分な知識やロシア連邦内で5年連続住んでいたという事実を証明せずに市民権を申請することが許可されたというだけです。ロシア国籍取得プロセスを加速して、より早期での取得が可能になるというだけです。しかし、外国で傭兵を募集するときに、このロシア大統領令が誇張され、傭兵になれば、大金とロシア国籍を同時に獲得できると宣伝されています。本チャンネルでは以前、旧ソ連以来長年のロシアの同盟国キューバで、キューバ人をロシア経由でウクライナの戦場へ兵士として送る人身売買が行われていると報じられたことについてお伝えしましたが、同じようなことをロシアは中東やアフリカの国々でも行ってきていると報じられています。キューバのケースでは、ロシアに行って建設現場で働けば高い給料がもらえると騙して若者たちをロシアに連れ出し、ロシア入国後にはパスポートを没収して、ロシア軍の兵士としてウクライナの戦場に送り込んでいたという話でした。その後キューバ当局はウクライナとの戦争にキューバ人をロシア軍に送るべく、キューバの若者たちを勧誘していた17人を逮捕したということです。そして今問題となっているのはネパールでの傭兵の話です。ネパール警察によれば、ネパールでロシア軍の新兵を募集していた勧誘員10名がネパール警察によって人身売買などの容疑で拘束されたとウクライナのメディアオンライン UA は報じています。アメリカの CNN の2024年2月11日の報道によれば、ロシアはウクライナ戦争のためにおよそ1万5000人ものネパール人を兵士として雇用したということです。CNN の取材チームは、ロシア軍に入隊した1万5000人のネパール人の一人、ウクライナの最前線バフムートで負傷した挙句に、幸いにもネパールに帰国できたネパール人にインタビューをしています。ラムチャンドラ・カドカさん、現在37歳は、世界で最も貧しい国の一つと言われるネパールでは仕事を得るチャンスがないため、お金のためにロシア軍に入隊したのだと言います。カドカさんは、去年2023年9月にモスクワに到着し、わずか2週間の訓練の後、すぐに小銃一つでウクライナの最前線バフムートに送られました。最前線で合計1ヶ月を過ごしたところで、カドカさんは腰に銃弾を受け、最前線から数百メートル後方に運び込まれたところで、
今度はクラスター弾の破片を受けたのだといいます。カドカさんは生きてネパールに帰国できた実に幸運な一人です。多くの人々はウクライナの最前線で亡くなっているからです。それでもカドカさんは今もロシア軍に入隊したことを後悔しているといいます。中東のメディアアルジャジーラが報じたネパール人傭兵のケースははるかに悲惨です。ネパール人バンダリさんは友人と2人で地獄のような最前線に送られるロシア軍から脱出するために親戚を通じてロシアのネパール人エージェントに1人当たり$3000という大金で脱出の計画を立てました。バンダリさんは摂氏マイナス19度の中、膝までの深さの雪の中を7時間かけて17キロ国境近くまで歩いたといいます。しかし脱出の手引きをするはずだったエージェントは迎えに来ず、代わりに来たのはロシア国境警備隊でバンダリさんたちに手錠をかけて連行しました。低体温症で医療施設に運ばれたバンダリさんは病床の中で回復したくない。回復したら最前線にまた送られる。と述べたと、アルジャジーラは2月10日の署名記事で報じています。ネパール政府はロシア政府に対して、生存しているネパール人をネパールに早急に送還することと、死亡したネパール人の遺体をネパールに送還すること、そしてネパール人遺族に対する補償を求めて、クレムリンと外交交渉を行っているとアルジャジーラは報じています。ネパールの話は、ロシアが世界の発展途上国で行っていることの氷山の一角に過ぎない可能性もあり得ます。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。